か。皆さんこんにちは。안녕하세요。風花です。今回はレモンさんのリクエストで賢い私生活の OST チョンミドさんの I knew I love という曲をカバーします。韓国語のタイトルは사랑하게될줄알았어、愛するようになると分かっていたという意味です。この될줄알았어っていうのはなると分かっていたっていう意味なんですけれども、韓国語のね中級のテキストで出てくる文法なんですね。할줄알았어、될줄알았어っていうんですけれども、すると分かっていたとかなると分かっていたっていう意味です。で、韓国語の歌をたくさん聴いていると結構ね歌詞で自然と文法を覚えることがあるんですよ。好きで聴いてるだけなんですけれども、自然と勉強になっていると、皆さんもぜひこの曲で될줄알았어を覚えてしまいましょう。この曲もともとは2006年にシン・ヒョボムさんという女性歌手が発表した曲で、賢い私生活の OST として出演女優のチョンミドさんがカバーしています。歌詞の内容が長い間友達だった関係から恋人に発展するという感じの内容なんで、最初に会った時からあなたを愛するようになると分かっていたという感じですね。それで사랑하게될줄알았어っていうタイトルなんですね。まさに賢い私生活のイクチュンとソンファの物語がぴったりなんですね。歌いながらドラマのいろんなシーンがリフレインしてちょっと感極まってくる感じがありましたね。あんまり詳しく話してしまうとちょっとネタバレになってしまうのでね、これから見る方もいらっしゃると思うのであまり詳しくは言わないんですけれども、ドラマを制作する段階でももしかしたらねこの曲の歌詞を意識して作ってたのかもしれないなって想像するぐらい、2人の物語がしっくりくる内容の曲でございます。シン・ヒョボムさんが発表された時からこの曲は結婚式で歌うチュッカとしても人気があった曲だそうです。なのでこの曲はね女性側が歌うチュッカとして6月のチュッカシリーズに含めるかどうかを検討していた曲だったんですね。実はもともとカバーしようと思っていた曲だったんです。なのでリクエストをいただけてねとっても嬉しかったです。で、最初は6月のチュッカを男女みたいな感じで毎週男性曲と女性曲を交互に歌うパターンも一例としてね考えていたんですが、リクエストをいただけたのでこの曲はリクエスト曲に回すっていうことにして6月は男性曲のみカバーすることになったっていうね経緯があります。また今後女性曲のチュッカっていうのもどんどん出てきますので、ぜひ皆さんよろしくお願いします。さて前回のトーク会ではククズ男性陣の歌唱技術を解説しましたが、今回はチョンミドさんの歌唱技術の特徴についてお話しします。まずチョンミドさんはねとにかく声の抜けが良くて安定感が半端ない、そして歌詞が聞き取りやすいっていうのが特徴ですね。これほんとさすがのミュージカル俳優さんだと思います。まずねどの音域でもずっと安定したチョンミドさんの響きっていうので歌えるんですね。で地声と裏声がガンとはっきり境界線があって変わるタイプのボーカリストと、いわゆるミックスボイス的に、地声領域から裏声領域まであまり境界線のないタイプのボイスタイプと人によってね声のタイプがあると思うんですけれども、チョンミドさんは、これ私の推測ですけどどちらかというと多分もともとは境界がはっきりあるタイプなんじゃないかなと思うんですが、その後技術を身につけることによってなるべく響きの落差をつけないように地声を出すときはちょっと裏声を混ぜて出して、裏声を逆に出すときは地声に寄せる感じで歌ってるんじゃないかなと思います。なので現在の歌唱としてはもう全音域がミックスボイスで非常に抜けが良くて響きの印象が一定しているというのがもう彼女の歌唱技術の特徴ですね。でこれはね本当ミュージカルに最適な歌い方だと思います。でポップスの歌手っていうのは、最初は A メロ低くって出してだんだん顔のってこういうね
く響きのポイントをこうフレーズごとに上げていったりとかして、多彩な響きで心象風景を表現するっていうことが多いんですけれども、またミュージカルの歌っていうのは違って、歌でありながらセリフでもあるんですよね。だから歌詞がしっかり伝わるっていうことが重要なんですよ。でポップスみたいな歌い方でも別にいいと思うんですけれども、こう胸に入った時ちょっとこもって歌詞がもごもごっと聞こえちゃったりとか、そういうことがなきにしもあらずなんで、だからそういうことがミュージカルではないように、とにかく響きを安定させて歌詞をしっかり伝える、クリアに発声するっていうのが適している歌い方なんだと思います。私は以前宝塚歌劇団出身の笠正樹さんという方のコンサートに行ったことがあるんですけれども、やっぱ宝塚出身の方も同じようにとっても響きが安定して歌詞が聞き取りやすいという特徴がありましたね。だから歌劇ミュージカルをやってる人の歌い方なんだと思います。では今日カバーする曲 I Knew I Love の話題に移っていきますが、ドラマの中でこの曲はイクチュンとソンファの物語のバックに流れる曲なんですが、シーズン1のエピソード11だったと思うんですけれども、ククズの男性陣がカラオケで泥酔してるっていうシーンがあるんですよ。でソンファとイクチュンは別の場所で飲み会をしていて、そこからこうカラオケに合流するっていうシーンがあるんですけど、ソンファだけはねドライバーだったんでシラフなんですよ。で行くと、イクチュンももう別の飲み会で泥酔した状態で、他の3人がカラオケでもう酔っ払ってるところに合流していくと。でソンファはもうシラフだから、もう何やってるんだみんな帰れよっていう風に声をかけるんですね。でこのシーンのね、まず男性陣の泥酔演技がなかなかカオスでそもそも面白いんですよ。ぜひね見ていただきたいんですが、ここで最後カラオケの残り時間がちょっとだけあるっていう時に、イクチュンがこの I Knew I Love サランガケデルチュルアラストっていう曲をカラオケに入れて自分で歌うっていうシーンがあるんですけど、その時のねイクチュンの歌い方がポツポツと一言ずつ歌詞をつぶやくように噛み締めるようにね歌うんですよ。自分の気持ちをね確認しているような歌い方なんですね。でチョンミドさんが歌っている OST は華やかな明るい雰囲気の曲なんですけれども、私はこの時のシーンでイクチュンが歌ってるのがすごく印象的だったんで、もしイクチュンがこの時シラフで歌ってたらなんかこう歌うんじゃないかなっていうイメージで今回カバーしてみました。なのでチョンミドさんのバージョンよりもテンポを少し遅くしてバラード調にしております。ではね、この2人の物語がぴったりというね歌詞をこれから紹介していきますね。오늘도 습관 같은 내 전화、今日も習慣のような私の電話を다스히 받아주는 너에게、温かく受けてくれるあなたに、세상 가장 행복한 사람으로、世界で一番幸せな人に만들어준 너를 너무 사랑해、してくれたあなたをとても愛しているというね始まりなんですよ。ここがもうめちゃくちゃイクチュンとソンファの物語にぴったりだと思うんですよね。何かあったら習慣的に電話しようような、中で必ずねお互いの電話を温かく受け合う2人の様子っていうのをとっても思い出します。そしてその日常が壊れるかもしれないっていう時にドラマの中では愛が進展するんですけれども、これ以上はねもうちょっと言わないようにしておきます。ぜひドラマを見てください。ではサビの歌詞ですね。사랑하게 될 줄 알았어、愛するようになると分かっていた。우리 처음 만난 그날에、私たちが初めて会ったあの日に。시간 속에 희미해지는 사랑에、時間の中で薄れていく愛に。그대가 흔들린데도、あなたが揺らいだとしても。그땐 내가 잡을게요、その時は私が捕まえるからね。그대처럼、あなたのようにっていうねサビなんですよ。私ねイクチュンとソンファは揺らがないと思いますね。この初めて会ったあの日のように愛するようになると分かっていたんだっていうサビが、学生時代のね回想シーンと重なるところであります。イクチュンとソンファの2人もとってもね楽で気が合う友達関係の期間っていうのがすごく長かったわけで、ここもねすごくグッと
グッとね来る歌詞でございます。そんなわけで今日はちょっと歌詞紹介が長くなりましたが、では曲を聴いてください。チョンミドさんの I Knew I Love をカバーしました。はい、いかがでしたでしょうか。この曲はですね、ブリッジの部分で転調して最後のサビに入っていくんですけれども、チョンミドさんのこのメロディーラインだと私にとってはちょっと高すぎて、高いミのとこまで行くんですね。わーっていうのがね。でこの音がちょっと私には高すぎたんでアレンジして今回省いちゃいましたでチョンミドさんは転調してからもね、サラがゲゼルチュララソーっていうフェイクを入れてさらに盛り上がるんですけど、私はちょっと落ちサビ風っていうかね、静かにして落差をつけるっていう感じにしてみました。前回お知らせしたんですけれども、11月を賢い医師生活 OST の月にしようと思っておりますので、これだけまた別口でリクエストを募集します。賢い医師生活の OST シーズン1、2どちらからでも大丈夫ですので、韓国語の曲で好きな曲とか歌ってほしい曲がありましたら、ぜひ概要欄の質問箱から送ってください。よろしくお願いします。今日同じ時間に YouTube に歌唱動画が上がります。 YouTube の方は韓国語歌詞の下に日本語訳を表示するよう編集していますので、歌詞を見ながら聞いてみたい方はぜひこちらもよろしくお願いします。ではまた次の放送でお会いしましょう。さようなら。